こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、2014年の頃に戸建てをですね、190万円で買って、それで不動産投資をやったよって話をですね、分かりやすくしていきたいと思います。でですね、今日セミナーみたいな感じでですね、実際不動産投資、自分自身が、190万円で買って、どうやったか、結構初心者だったのでですね、行き当たりばったりだったんですけども、そういった中で、初期にどういうことやって、買った後何をするのかとかですね、どうやってリフォームしたのかとか、そういうのをですね、一通りですね、わかりやすく解説していきたいと思います。なのでちょっと時間長くなるかもしれないですけど、本当不動産投資のセミナーの内容、ちょっと簡略した感じなんですけれども、ぜひですね、一通りの流れがわかるので、最後まで見ていただければなと思います。で、今日はどうやって購入したかと、あと買う前にですね、注意、どういうとこ見なきゃいけないのか、失敗しないようにですね、あと買った後何やったのか、190万円でね、不動産投資始めれる可能性があるってことなので、意外と、やりやすい、やる人にとってはいいのかなと思ったりとかしてます。で、ボロ戸建てとの出会いなんですけども、不動産投資僕自身ですね、2014年の夏ぐらいに始めたんですけども、この物件見たのも冬ぐらいですが、2014年の冬ぐらいに見つけて、それで、戸建てがですね、190万ぐらいで出てましたと。で、比較的安いんじゃないかなと思って、それでですね、築50年ぐらいなんですよね。で、ボロボロで、駅徒歩30分ぐらいで海の近くでですね、って感じで、駐車場とかもなかったんですよね。なので結構厳しいだろうなと思ったんですけれども、とりあえず見に行ってみましたと。で、見に行った結果どうだったかっていうと、結構築50年ですからね、すごい古くて、畳があって、ボロボロですし、扉とかももう木のサッシですね。だから多分隙間風とかも寒そうでですね。で、トタンとかも錆びまくってて、あとこういうとこも汚れてたりとか、ちょっと壁紙がやられてたりとかですね。あと庭なのかなんだかわかんないですけど、僕さぼうぼうでですね、これが、これですね、これもう2回ぐらいまで来てる、育ってるのがこの木でですね、あともうかなり、もうこれ、雨漏りしてないのがびっくりしたんですけど、かなりやばかったですと。で、ちょっと悩んだんですよね、買うかどうか。悩んだんですけれども、勉強がてらいいかなと思って、結構気軽にこれ買ってしまいましたね。で、この時、本来はダメなんですけど、リフォーム費用どれぐらいかかるかとか、よくわからなかったんですけども、とりあえず自分でリフォームしてですね、経験を積もうと思って、ちょっと楽観的になんとかなんだろうという感じで始めましたね。結構これで失敗する人も多いと思うので、僕はたまたま運が良かったんですけども、これ見た方はですね、ちょっと注意するようにしてください。でとりあえず買ってみた。ほんとね、YouTube でよくある買ってみたみたいな感じですね。何々宝くじ100万円分買ってみたみたいな感じで、戸建て買ってみたみたいな感じで、ノリに近いですよね。なんとかなるだろうと。で、この時別に僕、不動産投資友達とか一人もいなかったんで、全部自分でですね、本しか読んだことなかったので、それで、何とかしてみましょうと思いましたと。で、あまりお勧めはしてないので、教訓にね、この動画がなればいいなと思ってます。で、買う前にですね、どういったところ見るべきかって、これまたちょっと詳細欄に詳しく書いておきますけども、大まかにはなんですけれども、やっぱお金かかるところですね。直すのにお金かかるとことか、あと買った後に取り返しがつかないようなとことかですね。そういったところはよく注意することが必要ですと。最初にですね、傾きとかですね、結構気にしてますね。戸建てであれば、もう傾いてでもジャッキアップって言ってもピッとなんて言うんだろう。傾いてでもプッと戻してですね、ジャッキで持ち上げて水平出ししたりとかですね、床傾いたら床を平行にするとか、いろいろテクニックがあるんですけども、床を平行にしたところでちょっとね、扉閉まらなかったりとかするんで、その辺はいろいろあるんですけども、ちょっと傾いてると金かかる可能性あるんで、ちょっと注意した方がいいですね。あと地盤沈下とかすると、ちょっと大変なことだったりするんで、割に合うかどうかっていうのは注意、どれぐらい金かかるか次第なんですけども、気にした方がいいですね。あとシロアリとかが食ってて柱とかがやられてたりとかすると、それ結構リフォーム費用かかったりとかしますね。下バットを畳に引っぺ剥がしてですね、床下見たりとかすれば、土がね、湿ってたりとか、カビ臭かったりとかですね、あとよく見ると偽道って言ってシロアリが通る道があったりとか、食って穴開いてるとかですね、あと床がふかふかしてるとかですね、いろいろ見分け方あるんですけれども、そういうシロアリがいたりとかすると、いてもですね、大体もう食い散らかした後だったりとかする可能性あるんで、普通にそのままでも良かったりするんですけども、
そういうとこでシロアリとか見た方がいいですし、まあ、あと雨漏りですね。雨漏りとかしてると結構特に RC とかだとむっちゃ金かかったりとかしますね。木造とか比較的軽く直せたりとかするんですけども、雨漏りがないか。これもね、天袋をこう上、押し入れ開けて、天袋上見てですね、全部雨漏りしてないかとかですね、すべて上、まあ、稀に1階が持ってるケースもあったりとかするんですけれども、とにかく上は全部見た方がいいですね。で、屋根裏部屋とか見て、まあ、雨漏りしてたりとかすると、やっぱこう、カビ出たりとかですね、そういうのあるんで、まあ、そのカビ臭いとか、まあ、そういったところライト照らしてみたりとかですね、やっぱ屋根裏も見た方がいいですね、天袋をやって。あと、水回りのリフォームって結構高いんで、まあ、それもですね、特にお風呂ですね、お風呂変えたりとか、まあ、安く上げる方法もあるんですけども、なかなか安く上げるの大変だったりとかですね、あとまあ、ボットン便所をね、そのまま水洗化したりとか、下水につないだりとかすると金かかりますし、あとまあ、キッチンとかもね、まあ、普通に公団キッチンとか入れれば数万円でいけたりとかするんで、まあ、そういうのもですね、どれぐらい、水回り結構金かかるんで注意しておく。まあ、ユニットバス取り替えたりするとかすると、やっぱ数十万円いっちゃうんで、軽く。まあ、気にした方がいいですね。あと結構これ重要なのは、客付けできるかどうかっていうのが重要で、やっぱ貸して、なんぼ、収入入ってきてなんぼなので、これ結構ね、注意ですね。僕今回見込みよくわからずですね、勢いで行っちゃったんですけどもまあ安いしなんとかなんだろうと思って、まあ後で客付け結果解説してます。あと、まあ、何年後にいくらぐらいで売却できるかっていうのも結構重要で、まあ、結局、まあ、朽ちるまで持っててもいいんですけども、どっかで売却する可能性があるんだとしたら、やっぱ売却できるかどうかっていうのは見といた方がいいですね。まあ、全然ね、買いたい人がいないようなエリアであったりとかすると難しいので、結構戸建てであったりとかすれば、実際に住む人が欲しかったりとかすると、買ってくれたりとかするので、まあ、駐車場なかったりとかしたんですけど、まあまあ、なんとかなんだろうと思って、今回買いましたと。で、まあ、結構失敗しがちなケース、これね、重要なんでよく見ててください。失敗よく聞きますね。結構ボロ戸建て再生みたいなのが結構流行ってたりとかするんで、で、まあ、融資も出ないから、とりあえず戸建てからみたいなんで、ボロ戸建て買ったりするんですけども、まあ、結構こう、屋根がない物件とかね、スカイが見えてるとかですね、あとまあ、地面が、グラウンドが見えてるみたいな、ね、屋根が見えてて地面が見えてるって、それは家なのかとかあるんですけども、まあ、そういう物件をね、直して氷回りにしてる人も中にはいるんですけども、それ、まあ、かなりハードル高いんで、まあ、そういうので、買ったけど直せないみたいなのがあって、手に負えない、どうしていいかわからないとかですね。で、リフォーム費用を見るとやっぱ普通にやるとむっちゃ金かかるんで、例えば100万で買ったけどリフォーム費用800万かかるとかですね、まあ、そうなっちゃうと全然割に合わないですよね。それならもう最初からね、900万で、普通の家買った方がいいんじゃねみたいなケースもあったりとかするので、まあ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 、そういうのはですね、結構失敗しがちですと。あとまあ直したけどね、入らないとかですね。でも、もう一回もうどうしようもないから売ろうと思ったけど、もう売却すら買いたい人すらいないみたいな、まあそういうの買っちゃうとですね、本当にどうすることもできなくなっちゃうんで、まあちょっと、難易度は高いっていうのは覚えておいてください。まあ自己責任で、これ見たからやっても別にいいんですけども、自己責任でお願いします。で、まあ実際ですね、買った後、何をやったのかなんですけれども、まあまあやっぱ、あれじゃあ、あんまじゃ入らんと思ったんで、まずはリフォームからですね、で、まあ自分で DIY して直すっていうのもありかもしれないんですけども、やっぱこうサラリーマンやってたりとかすると、まあ忙しいですよね。なので、まあそこをですね、自分でリフォームしてお金を節約するのか、リフォーム依頼して、まあ、そこを時間を節約するのかっていうのはですね、結構投資家によって分かれるんですけども、僕はもうリフォームとか全部任せました。で、まあ、完全な初心者なんですけども、まあ、リフォームですね、相見積もりっていう、まあ、何社かぐらいに、見積もり取りますと。まあ、やりすぎてもね、そのリフォーム業者さんも大変だったりするんで、バランスはね、考えた方がいいんですけども、まず今回は、3社ぐらいですね、見積もり依頼しました。やってくれるっていうところに。まあ、事前にですね、相見積もりでもいいですかとか聞いておいたりとかすると、まあ、比較的ですね、いいと思います。まあ、それ、相見積もりしていいですかって言って、いや、相見積だったりありませんって言ってくるんだったら、まあ、それはそれでね、事前に断ってもらった方がいいと思うんで、まあ、なので、それで今回は3社にお見積もりしてもらって、で、注意点としては、その見積もりの内容はですね、揃えた方がいいですね。1社目は、例えば、床をフローリングにするリフォームになったりとかするけど、2社目は畳をですね、表替えって言って、まあちょっとその表層だけ変えるみたいなとか、そういう内容変わってきちゃうと価格全然バラバラになっちゃうんで、まあ1社目ぐらいにリフォームするときに内容はですね、固めた方がよくって、まあ、そうしないとですね、どの会社が安いのかとか比較できなくなっちゃうんで、ちょっと重要ですと。
で、今回は、見積もりしてもらってる中、いろいろ問題発覚したりとかして、ちょっと大変でしたと。で、これ、トイレなんですけども、壁紙が剥がれてカビてるんですよね。なので、カビてるから壁紙が剥がれてカビてるんだなと思ってたんですけども、業者さん聞くとですね、よく見ると、こう雨の筋とかあって、雨漏りだったんですね、これ。雨漏りで壁が剥がれてですね、カビ生えてたみたいな。よく見ると雨の筋が出たりとか、これも本当完全に僕初心者だったんで、見落としでっていうか気づかなかったんですね。で、これ直しましょうって言った時に、どうやって直すかって、業者さんとかは、上からですね、こうなんかステンレスの板を作ってそれでかぶせてですね、そうすることを覆うことで雨漏りしなくなるよって言ってたんですけども、どうしようかなと思って、で上がですねその50年前の瓦が乗ってんですよね。だからちょっと屋根屋さんに見てもらって、瓦をですね吹き替えるっていう、瓦を取っ替えて新品にする、割れてたりとかねいろいろするんで、それで聞いてどうしようかなと思ったら、上にねこうかぶせるの案1っていうのがステンレスかぶせるのは7、8万だったんですよね。で、瓦吹き替えるというのは20万ぐらいだったんで、それならもうねまた違う箇所持ったりとかしても嫌なんで、もう瓦吹き替えようと思って全部瓦変えてもらいましたね。で、想定外で20万ぐらい吹っ飛んだってことで、こんな感じで結構ですね、リフォーム、バンバカお金吹っ飛んでくんで、お金はよくね、大切にした方がいいですね。お金ないで戸建てで買ってそのままいけると思わない方がいいかもしれないですね。で、リフォームしてもらった結果、結構総額で120万ぐらいですね。外壁塗装と、あと中の、表層全部変えて、あと畳からフローリングにしたりとかですね。そういうのをやったりました。で、結構金かかりますね。で、分離発注って言って、発注は自分がして、取り付けだけしてもらうとかもですね、結構こうトイレホルダーとか、あとなんかいろいろとこう、アコーディオンカーテンの取り付けとか、そういうのもやってもらったりとかして、なるべくちょっと安くするっていう工夫はしていました。こういうのも本に書いてあったりとかするので、そのままね、やってますね。で、自分で選択やるのは無理なので、もう全部やってもらいましたと。で、やった結果は、こういう風に、結構暗かったので、反射率の高いようなちょっと高めの壁紙貼ったりとか、あとはなんか高級感を出したいかったので、適当に黒っぽいようにしたりとか、しましたね。こう見るとね、これだけ見ると築50年ぐらい見えないですけども、でもこの扉とか木のサッシとかは買える5、60万とか言われたんで、サッシ屋さんにもうそのままにしましたね。なので、こんな感じで、フローリングとか床とかは結構、相場ぐらいですね。比較的もっと安く多分普通に DIY とかすると10万以下とかで収まると思うんですけども、今回は全部やってもらいましたと。で、リフォームできました。で、さらに、庭の草むしりですね。これも全部、これは自分でやりましたね。もうなんか、ノコギリと、蹴り倒したりとかしてで、結構な量になったんで、乾かしてね、枯れ草みたいな状態にして、で、ノコギリとかで切って、ゴミ袋に入れて、で、車で持ち帰ったみたいな感じですね。そんな感じで、結構これも大変でしたね。1日がかりぐらいですかね。あと、給湯器がなかったんで、プロパンガスのエリアだったので、給湯器を、新品にしますと。で、ここで、給湯器って、プロパンガス屋さんに言えば、タダで変えてくれたりとかするので、プロパンガス屋さんに電話して、給湯器支給してくれるところにお願いして、で、追い焚き付きのですね、最新のやつにしてくれましたと。でも、多分もっともっと探せばですね、エアコンつけてくれるとか、なんかガスレンジつけてくれるとか、いろいろあったりするんですけども、別にいいやと思ったんで、そこまでせずにですね、っていうか多分知らなかったのかな、当時は。普通に給湯器だけ支給していただきましたと。で、あと、建物がですね、未登記だったんですよね。それどういうことかっていうと、普通は、建物と土地、その、権利を主張するために登記しておくんですけども、土地はもちろん登記してあるんですけども、建物がですね、未登記状態でしたと。古かったんで、昔はその登記してないっていうのもあったようなんですね。で、建物未登記だと、その担保評価できないんで、今回現金で買ったので、将来その担保にしたりとかしたかったので、建物をね、登記してもらおうと思って、土地家屋調査士さんですね、に依頼すればですね、普通に図面書いてくれて、登記を、司法書に依頼してやってくれるんで、土地家屋調査士さんにお願いして、それでですね、登記、しましたと。で、それが、その後ね、結構発覚したのがですね、
実は増築されてて、増築されてるのは知ってたんですけども、登記した後、その面積数えてみると、憲兵率って言って、上から見た時のその1階の面積ですね。1階の面積が、決められた値よりもでかくなりすぎてて、建築 NG になっちゃってて、憲兵率オーバーになってましたと。これね、売る時に、知って、で、不動産屋さんが重要事項説明書書いてる時に、これが発覚して、でもまあ、そのまま、売れたんですけれども、結構これ、やばいですね。憲兵オーバーって、容積オーバーちょろっとあったりするケースあるんですけど、憲兵オーバー普通にしてたんで、良かったなっていう。これ知らなかったですね。増築されたら憲兵オーバーに可能性あるんで、ちょっと注意かなと思ってます。これね、僕も勉強になりました。はい。だと、リフォームして、綺麗になったんで、あとは管理会社とかですね、空室募集するんですけども、何社か電話して、管理会社決めましたと。戸建てなんで自分で管理するっていう手もあるんですけども、やっぱサラリーマンやってるので、少しでもですね、負荷を軽くしたいなと思ったので、もう、だいたい 5% ぐらいなんですよね。その管理費が。なので、5万円ぐらい、家賃5万だとすると2500円とか3000円ぐらいですね。なので、それぐらいならもういいやと思って、管理依頼してましたね。で、管理会社はやっぱ客付けの能力が高いところがいいですね。管理能力とかでも客付け能力が高いところですね。あとは、自分でリフォームしていいよっていうのと、あと、他社で募集していいよっていうところがよくって、やっぱ、すごい高いリフォームだと管理会社さんにお願いしたら高くなっちゃうんで、自分でリフォームできるところの方がやっぱ良かったりしますと。あと、他社で募集しても、一社限定でですね、空室募集すると、やっぱ、なかなか入居決まりにくいので、いろんなところにですね、募集かけてもいいよっていう条件の会社の方がやっぱ良かったんで、で、そうやって、他社募集 OK のところにして、自分自身で電話して、他のとことかも、自分で募集かけたりとかしましたと。管理は、管理会社に依頼しましたと。で、そんな感じで募集かけたんですけども、意外とですね、埋まって、埋まりましたね。で、戸建ては人気あったみたいで、空室になったのは、7分の41って書いてあるんで、41ヶ月ぐらいのうちの7ヶ月がですね、空室出ましたと。83% ぐらいですね。で、結構入れ替わり激しくて、最初ブラジル人のね、夫婦が住んでて、で、田舎に帰るって言って、ブラジル帰るのかなと思ったら、滋賀県に帰ってきましたね。もう滋賀県が田舎だったみたいなんですけど、よくわかんないですけども。それブラジルの方がいなくなって、で、その後ベトナムの方が入って、これファミリーでしたね。で、3ヶ月ぐらいしたら、自分で戸建てを建てて、戸建てを買って引っ越していきましたね。で、その後、日本人の方が入ってきました。なので結構戸建てにしては入れ替わり激しくって、なので2ヶ月、3ヶ月ぐらいですかね、入ったのが。それがあったんで、ちょっと空室がこの7ヶ月出ちゃってますと。で、意外とですね、安くて広い戸建てっていうのは需要あるなと思って、70平米ぐらいあったんですけれども、それで家賃5万円とかだったので、その地域にしてはかなり安かった、半額近くですかね。それで、入ってくれたと。で、あと、こうやって買っていくとかなりお金かかるので、もし銀行融資使えるんだったら銀行を開拓しておいた方がいいと思います。で、最近は厳しいんですけども、政策金保護とか戸建てとか融資してくれてました。今ちょっと耐用年数超えちゃうとですね、融資しなくなったりとかしてるんで、結構厳しいとは思うんですけども、聞いてみるのはいいかなと思います。あと、三井住友トラストランド F とかですね、これ有名ですね。こういったところにその担保、余剰担保っていうか追加担保入れたりとかして、借りるケースはあったりとかしますけど、でも比較的ですね、最近厳しい傾向にあるので、難しいんでダメ元で行くぐらいの感じかなと思ってます。あともちろん物件購入費用に充てることもできるし、あとリフォーム費用とかですね、リフォーム費用も借りたりとかできるんで、リフォーム費用だけ借りるとかね、そういうのも全然ありだと思います。なので、なるべくですね、自己資金は、持っておかないと、どんどん枯渇していっちゃうんで、なるべく借りれるものは借りとく方がいいかなっていうふうに僕は思ったりしてます。金利次第なんですけどね、金利 30% とかだったら借りない方がいいんですけど、基本金利 1% とか 2% とかであれば、全然借りられればいいと思います。自分自身、公庫とかね、0.8% とかで借りたりとか、0.8%、1.2%、1.4% とか、結構低金利で借りられたりとかするので、意外といいっすね。で、戸建て買ってみた感想なんですけども、いろいろとやっぱ大変でしたね。手間かかりますね。特にリフォームとか、最初やっぱいろいろ関係作ったりするのが大変で、
めんどくさいですね。で、まあ難易度は高いんですけれども、そういう再生系ですね。ただまあお金がない初期とかは、まあそういうの経験積んだりとかですね、まあ、そこから、お金を収益得るっていう、まあやっぱいきなりアパート1棟とか RC マンション1棟っていうのは、融資が厳しかったりとかするケースがあれば、もうこういうとこからスタートしてもいいのかなと思います。ただまあリフォーム後のね、利回りが、結局これリフォーム後の利回りで 20% ぐらいだったんですよね、利回り。まあなので、それならありかなと思ったんですけども、まあリフォーム後の利回りがね、なんか10%ぐらいになっちゃうよとかね、築50年で10%とかってやっぱなかなかお金回収できないので、まあその辺の回収後、そのリフォーム後の利回りとか、またあと入居者つくかどうかですね。あと売却できるかどうかとか、その辺含めて、すごいですね、よく考えた方がいいかなと思います。買ったけど再生できずにですね、売りもできないみたいな、そういう地獄のゾーンに入らないようにですね、よく勉強して、自分の実力とですね、よく調べてからやった方がいいと思います。で、もっと詳しく勉強したい場合は、不動産投資講座再生リストをやってるんで、これで融資の引き方とかですね、いろんな不動産投資の手法とか一通りやってるんで、ぜひ見てみてください。あと実践編っていう、有料動画を最近作ったので、ぜひですね、深くもっと勉強したいとか、収益計算をこうやりたいよとか、僕がやってる方法とかで、勉強したい場合は、ぜひ見てみてください。ちょっと今、限定で割引したりとかするので、お得かもしれないです。はい。最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、不動産投資とか株式投資、経済について分かりやすくですね、役に立つ情報を発信していってるので、もしですね、役に立ったら引き続きチャンネル登録ぜひお願いします。あと、Twitter ですね、有益な情報を発信しているので、フォローしてください。あと、LINE アットで不動産投資チェックリストをプレゼント中ですね。ぜひ登録お願いします。あと、メルマガでですね、不動産投資講座をですね、やってるんで、ぜひそっちも登録してみてください。どうもありがとうございました。